ビデオグラファーズ東京なんですけども、2019年からやっておりまして、まさに名前の通り、映像を司るビデオグラファーが集まってくるカンファレンス、もしくは展示会のイベントになっております。ちょっと若い人の背中を押せるみたいな、そのいろんなクリエイターさんに押していただくみたいなセッションをやってる。出先としての SNS とか AI の話も無視できなくなってて、そういったセッションもいっぱいあって、どれ見ても学びになるなっていう。必ず女性を主人公にしてサバイブしながらも成長していく物語を作ろうっていうふうに決めているので、どういう映画にするかっていうのはもう本当に自分の魂の中にこう潜っていくみたいな時間なので、それがあるから作る意味がやっぱりあると思うのでね。表現したい自分の世界に近づくために今の自分のステータスから何ができるか。例えばお金がない、時間がない、技術がない、そこをどう工夫して乗り越えるかっていうことが本当に大事だと思ってます。自分がどう思ってるかとか、どういうものを作りたいかとか、自分のビジョンはこうだっていうのをちゃんと話していかないと、そこをただ話すだけでもすごい突破口があるんじゃないかと思ってて、撮影もやれば監督もやるし編集もやるしみたいな旧来のボーダーがあったところをこう飛び越してきたみたいなのがビデオグラファーだと思うので、クリエイターとして自分の作品やアイデアっていうものをどうぞ愛してくださいと思います。それが一番だと思います。今回やっぱ出展することによって、ニコンも映像にこんだけ力入れてるんだであるとか、機材を触って体感いただきたいなと思って出展しましたので、 G-FORCE の技術をクリエイターさんにリーチしたいと思った時にちょうどのお声掛けいただいて、会場と同時にもブースが溢れるぐらいに人が来られてますし、若くてすごく勉強熱心でっていう印象を受けて、企業のブースに行ってなんか実用的なところが今まで自分で調べきれてないのがすぐ発見できて、一番感動してます。熱量というか熱心さみたいなところに少しやっぱり圧倒されながらも、こっちも本気で向き合えるっていうところがスリリングでもあり、緊張感を持って対応できるイベントだなってすごい感じました。機材とか見れるっていうのもあるんですけど、やっぱ交流が広がるなと。映像やってる人といろんな人に話しかけられてて、すごいいい機会だったなと思います。たくさんのその映像作家さんの原点できる場所でもあり、自分の原点かなって思います。映像を作ることがもうなりわいとしてちょっと自分の中で思考停止してたなと思って、やっぱりこうビデオグラファーズ東京っていうイベントでそういうことをもう一回考え直すっていう、なんかこちらも刺激をもらったなっていうふうに思いました。世代が変わってテクノロジーも変わっていくけど、その撮るっていう行為自体はね全然変わらないんで、若い人たちがどんどん入ってきて、もっと面白いものができるといいなと思ってます。こういうことを企てよう、でそれを映像を使って表現しようっていうことだと思うのね。だから何かこうみんなを楽しませる映像できないかなって、動機がある以上ね、映像の技術がどうなっても大事なものとして残っていくと思うね。自分がしてきた経験とか価値観とかバックグラウンドとか、自分が何を好きなのか何が嫌いなのか、その全部が意味があると思うんですよね。それがあなたが作る意味であって、他の人にはできない映像になっていくんです。ぜひですね、自分の思いを入れ込んで映像作りしてみてください。いろんな思い持って来られた方来ていただきまして、すごく感想でいただくのはすごいインスパイアされたとか、次に向かってやっていこうと思ったことをおっしゃっていただくことです。特にやっぱり映像をやってる人っていうのは熱量すごくありますし、自分で何か思いをかけてやっている、もしくはこれから映像で成り上がっていこうという人もすごく多いなというふうに思ってまして、僕としてはやっぱり日本だったりとか東京を、アジアのクリエイティブハブにしていきたい、アジアで一番盛り上がっている映像の環境にしていきたいな、そういう環境づくりをしたいなというふうに